All Hello Evening Japan エンドじゃ始めます。以前にやった、世界文明を変えた新大陸の食物シリーズ。はい、だいぶ前ですけど、で、それでやりたかったんですけど、はい、今回はね、かぼちゃの話でもあります。はい、世界中で食べられているかぼちゃの起源はアメリカ大陸です。かぼちゃは栄養価が高く、皮が硬く、常温でも保存が効くので、寒い季節に重宝されました。はい。ちなみにズッキーニは、かぼちゃの変種なんですよ。はい。でもですね、キュウリはインド原産でかぼちゃじゃありません。はい。で、現在、世界中で行われているハロウィーンですが、このハロウィーンが広まったのは、完全にアメリカの影響です。はい。で、このハロウィーンの起源はアイルランド、ケルト人にあるんですが、まあね、突っ込みどころはいろいろあるわけで、で、今回のお話です。はい。あ、りゅうちゃんこんばんは。ありがとう。ホットケーキ見てたよ。はい。はい、でですね、オールハロウィンイブニング、もしくはイブ、これを略してハロウィンなんですが、これがね、正式に採用されたのは17世紀から、記述的には16世紀からあるんですが、そう、名前はね、そんなに古くないんですよね。名前はね。はい。このね、ハローは、こんにちはのハローとほとんど発音は変わりませんが、まあ、A と E でね、綴りが違って意味も違ってきますね。はい。で、意味は、これ神聖な人や物っていう意味で、これを直訳すると聖人になります。で、ね、イブニング。はい。死者にとっては、日没からが一日の始まりだからです。はい。で、ね、なんだ、ハローの A、ハローこれ A じゃないですか。A を O に変えてホローって呼んでも、これ同じように神聖っていう意味なんですが、ね、でもちょっとまた変えてホラーとかホラーとかちょっと変えるともう意味全然違うし、そもそも、ハローハローも HELL ですよね。なんでヘル地獄って文字が入ってんだよっていう話だし、スペイン語のこんにちは HOLA かな、ホラーとか入れるともうややこしいわってなるわけじゃないですか。はい、ホーリーの仲間、そうです。そういうことです、そういうこと。はい。で、本来の、これ、諸星人の日、諸星人の日なんですけど、5月13日だったんですが、5月13日だったんですよ。ただね、イギリス方面のケルト人の紀元前からある、これ、ドルイド信仰。ね、今映ってるのは、なんだっけ。えっと、なんとかストーンってあるじゃないですか、これ。今映ってる。で、あとウィッカーマンとかあるのかな、はい。有名なとこだとね。はい。あ、ストーンヘンジだ。はい。で、そう、2000年以上前からこれね、あるんですが、その収穫祭の日が毎年10月31日からあって、それが8世紀ぐらいに、ケルト人がカトリックに改宗する際に、諸星人の日に変わって、現在のハロウィーンの日になってるんですが、これはキリスト教にね、改宗する際に自然とこれ混ざったとする説と、キリスト教がね、多宗教の年末イベントを上から塗りつぶす手法クリスマスとかもそうなんですけど、どう考えてもね、これ夏に生まれたキリストさんなんですけど、イエス・キリストさんはですね、夏に生まれたんですよね、どう考えてもね。でもクリスマス、キリストの誕生日、その辺は祭り多いんで、まあね、まあだから同じようにね、塗りつぶしましたかねみたいな、そういう可能性はもうあります。はい。
っていうかね、キリスト教に天国やね、地獄から戻ってくるみたいな、教義はないので、ないんですよ。はい、ないので、回収してという話はそもそもこれおかしいんですけどね。はい。でですね、ガイドストーン。違う。さあ、アメリカです。今のイギリスです。はい。イギリスのストーンヘンジですね。はい。でですね、厳密には10月31日のこれ日没からなんですが、まあまあ一般的には日没とかそんな厳密ではなくてですね、一般的には10月31日がハロウィーンで、11月1日がオールハローズデイ、諸聖人の日、2日はオールソウルズデイ、初婚の日、初婚ってなんだよ。初婚の日になってるようですし、で、場所によっては2日は死者の日になってるようです。はい、死者の日、英語でね、Day of the Dead ですよ。Day of the Dead ですよ。ゾンビ、それゾンビ映画のタイトルじゃんっていうね。はい。で、こういうのを、これは死者が戻ってくるっていうね、そういう意味ではなくて、9世紀ぐらいの伝承に地獄に行った、地獄に行った死者のために祈りを捧げると、その死者は早く地獄を抜けて天国に行ってしまう。そのために悪魔が嫌がるんだと。なんだろう、地獄に行った死者のために祈ると早く天国にパーって行っちゃうぞ、みたいな。悪魔が嫌だって言ってるぞ、みたいな。はい。そういう話が元になってます。はい。まあ、キリスト教的にね、これ死者は戻ってこないとしつつも、ね、亡くなった人を思う、忍ぶというのは、まあ、人としてね、自然なことなんで、って言っても、タイは墓ないけどな。いやいや、日本人的にも墓あるのはおかしいんだけどね。輪廻転生で、だから、なんで輪廻転生なのにお盆は戻ってくんだよ。だから、原初仏教だと、ないんですよ。本当戻ってこないんですよ。はい。タイはないので。はい。まあ、ね、でもね、なんですか。アニミズム的なその日本のね、神道とかでもそうですけど、先祖信仰とか先祖供養みたいな考え方もあるので、まあ仕方がないというか、自然にそうなるよねっていうね。はい。そう思いますけど、はい。では動画をね、見ていきましょう。ストーンヘンジ。はい。そうそう。耳で聞いたら、初婚の初婚、ね、そうなっちゃうよね。はい。じゃあ、行きましょう。動画ね。はい。Today, Halloween is a billion-dollar industry. But exactly how did it get there? While today Halloween is synonymous with commercialism, it wasn't always that way. The word Halloween comes from the words hallow, meaning holy person, and een, deriving as a contraction of Eve. And All Hallows Eve finds its origins all the way back in the time of the ancient Celtic pagans with the holiday of Samhain, a 3-day fire festival that essentially celebrated death and rebirth. The Celts, who lived in what is now Ireland, Scotland, the UK, and parts of Northern Europe, based their calendar on the Wheel of a Year, essentially divided into two halves, the light and the dark. When one gave way to the other, this transition was marked by a fire festival. The word Samhain translates into modern Irish to summer's end. Samhain celebrated the dead, and particularly the celebratory feast paid homage to loved ones who had passed away recently, essentially as an invitation for their spirits to rejoin the living. Many of Samhain's original rituals have been lost, but what we do know of their holiday traditions from Celtic folklore and ancient Roman historians is that they were intended to connect them to spirits, including costumes, most likely animal or furs to help them hide from the unfriendly ones, feasting, and making lanterns from hollowed-out gourds, seemingly the birth of the modern pumpkin jack-o'-lantern. Sacrifices, generally of crops or animals, were made during this time as an offering to the spirits. It was popular for tricks or pranks to be played by humans and blamed on mischievous spirits. As a result of the Roman invasion, with most of the Celtic land being conquered by Rome in 43 CE, the spread of Christianity and Catholicism would force pagan Celtic traditions to evolve or be completely repressed. In part, many Celtic traditions and popular pagan practices were reframed to fit within a Christian narrative, as a way of converting people with greater comfort and ease. Samhain would evolve into All Saints' Day, which was also referred to as All Hallows' Day, and was intended to be a day to celebrate the Christian saints and martyrs. Essentially, instead of honoring pagan gods and mischievous spirits, they now celebrated Christian figures. While the sacrifices were replaced by food offerings to the poor, the tricks and pranks continued, but instead they were now attributed to the spirits of the saints. Halloween evolved as a more secular version of All Hallows' Eve,
and eventually it would become more popular and common practice than All Saints' Day. While Halloween has its origins in the British Isles, there's a great disparity in its popularity in former British colonies. The Puritans who came to colonize America were Protestant and did not celebrate holidays of the Catholic Church, as they were believed to lead to idolatry. In the early days of the American colonies, celebrations of Halloween were mostly forbidden, as they were deemed too pagan or too Catholic by the Protestant colonizers, though elements of it began to incorporate into secular harvest-related events in the 1800s. The mid-19th century saw a large influx of immigrants entering the country, especially Irish immigrants who were greatly impacted by the potato famine. With these people came Halloween customs, out of which one of America's favorite holidays was formed. In keeping with the mischief, children would dress in costumes and be given money or fruit for artistic offerings like poetry, songs, or even jokes, instead of prayers. By the late 19th century, children were playing seemingly innocuous pranks on their small local communities. Adults would soon find incentive to dissuade children from playing pranks. Enter trick-or-treating. The 20th century would finally see the commercialization of Halloween. By the 1920s and 30s, Halloween merchandise evolved to pre-made costumes for both children and adults. After World War II in the 1950s, the economic boom had candy manufacturers getting on the Halloween bandwagon. Movies and TV are also largely responsible for the proliferation of Halloween as a mass-market holiday. Cinemas in the 50s offered scary movie festivals, and in the 60s, the new television industry began running Halloween specials during Halloween season. By 2015, the National Retail Federation predicted spending on Halloween could reach $6.9 billion. Whether you believe that we've lost the meaning or not, Halloween has since evolved far beyond the days of pagan fire festivals. For more than a month out of the year, costume stores show up out of nowhere. Candy corn and Halloween-themed candies dominate whole aisles of grocery stores, and spooky shows and movies build out entire TV station schedules. Whether you like it or not, whether you want to dress up as a gruesome goblin or a sexy cat, or ignore the holiday altogether, Halloween has stood the test of time and proven itself as a holiday that's here to stay. はい、はい、終わりました。お盆はお寿司食べる日、お寿司食べる日なんですね。はい、ハロウィンの起源は、イギリスでアイルランドってことなんですが、このアメリカ建国当時、昔のヨーロッパでも、少しハロウィンを含むね、3日間の影響、ヨーロッパは少しやってるとこがありましたけど、はい、少しだったので、アメリカではね、どっちかというと禁止されてたっていうか、アメリカでは流行りませんでした。はい、カトリック的には違うだろうみたいな話なんでね、本当はね。はい。でですね、ウィル・オブ・ザ・ウィスプ。っていうのがありまして、これはどの国でもある、火の玉現象による民間伝承のことでして、はいね、どの国でもあるんだろう、そんなのアイルランド特有じゃないからなみたいなことですけど、はい、でそのね伝承の一つとしてジャック・オー・ランタンが登場したのは、1663年の記述なんですけど、あれ結構最近だよね、1663年って結構最近だよねみたいなことですけど、で1885年にジャガイモの疫病による飢饉でアイルランド移民がアメリカに大量に流入します。はい、でそれでもアイルランド人とかがやってるだけのことでした。それがね1900年代になって、20年代30年代にちょっとハロウィーンが流行りだして、で決定的なのがですね、1950年代以降ハロウィーンがアニメになって、トリック・オア・トリートとかがね定着したのはこれアニメの影響なんですよ。でそしてね製薬会社とかね映画の影響でもう完全に定着しました。はい。でトリック・オア・トリートの発祥はイギリスやアイルランドで、おやつを配る風習があったからという説が有力なんですが、ですね、死者のために祈るとケーキをもらえるみたいな風習がイギリスにあったんですけど、いやなんだろうそういう風習って世界ね各地にありますよね。日本にもあるじゃないですか、おやつもらえる日みたいなのが。はい。でね、仮にねアイルランドの風習だけおやつをくれなきゃいたずらしてやるなんだとしたら、アイルランド人はアメリカで少数派だったので是正されたはずなんですよ。そんなのが定着するかよって話なんだけど、はい。だから、これアニメの影響からが始まりなんですよ。どう考えたってそんなもんがって当たり前にあるわけねえんだろうみたいな。はい。で、元は死者の霊と一緒に悪魔や悪霊が来るから
それに紛れてごまかすために魔女や悪霊の仮装をするのが習わしなんですが、仲間私たち人間っていうか子供仲間ですよ、悪霊じゃないですよ、悪霊じゃないって言うじゃない、なんだろう、魔女や悪霊の格好して、あなたたちの仲間ですよみたいなことで紛れようとしてるっていうことですね。はい。でもこれも、メディアの影響で現在は仮装大会になってます。もう魔女とか悪霊とかじゃないじゃん。もう誰でもいいじゃん。はい。はい。そう、一大ハロウィン産業なんですよね、今はね。はい。で、ですね。次の動画、ジャック・オー・ランタンっていうと、ジャック・オー・ランタンっていうと怪物みたいに聞こえますけど、ジャック・オブ・ザ・ランタン、日本語でね、ジャックの提灯っていう意味なんですけど、ジャックの提灯ですよ。それを略しただけなんですよ。ジャック・オー・ランタンってね。はい。じゃあ動画行きましょう。アニメすごい。アニメすごい。ハロウィンはケルト人のお盆で、かぼちゃは精霊。かぼちゃは精霊は。ちょっとね、まあ、でもね、ドルイドは精霊で有名ですけどね。はい。それはね、後でちょっと説明して、耳で聞いたら、それも言ったな。Before there was Halloween, there was Samhain, a tradition that is still practiced today. During this time of the year, the veil between the living mortal realm and the beyond is said to be thinnest, allowing spirits to walk among the living. This was both welcome to some and a bit scary for others. So, in older Celtic traditions, the living would wear masks to scare off evil presences, as well as carve out root vegetables to look like horrific faces for the same purpose. Flashing forward to Ireland and the Scottish Highlands in the 19th century. During this time period, turnips, potatoes, and mangel-wurzels, a type of beet, were commonly hollowed out and used as lanterns. Sometimes these gourds were carved with ghoulish faces to allow the light to shine through, and a piece of coal or candle was placed inside for illumination. And my oh my, are they rather creepy looking. Now, for fans of Howl's Moving Castle, imagine, if you will, this is what the original turnip head actually looked like in the book. Nightmarish, right? Well, the book makes it creepier, trust me. This practice of carving spooky and frightening faces on fruits and vegetables dates back again to those Celtic traditions, where things take a turn for the sinister. You see, the Celts carved the produce to resemble real faces. Faces that represented the decapitated heads of the foes they had conquered, which makes this practice seem extra grim. Now, more commonly, these creepy ghostly turnips, as well as the prankish nature of Halloween time, originated from the folktale of one Stingy Jack, perhaps the true Pumpkin King in a sense. According to the legends, Stingy Jack, also known as Flaky Jack, was a mean blacksmith and quite a shifty fellow who invited the devil to have a drink with him, as you apparently do. That crafty Jack, true to his stingy moniker, wanted to avoid paying for the drinks, so he somehow tricked the devil into transfiguring into a coin. But instead of using the coin to pay for the drinks, Jack slipped it into his pocket. Unclear on how the drinks were paid for after that stunt. Anyway, Jack also sneakily placed a silver cross in his pocket as well, which prevented the devil from changing back into his corporeal form. I assume the devil gave Jack no peace and kept pestering him because eventually Jack made a deal with the devil, that he would release him under the condition that the devil agreed to leave Jack alone for the period of 1 year. If Jack would die during that time, the devil would be unable to claim his soul. The devil accepted these terms and went on his wicked way. The following year, Jack decided to stick to his old tricks and used another tactic toですね、今のお話なんですけど、何ですか、酒代を払うために、なんだろう、この時でも死ぬ前に酒を一杯飲ませてくれって言って、で、お金払うからって言って、で、悪魔がコインに化けるわけですよ。で、それを、財布にしまっちゃうっていう話もあるし、ですね、その十字架とか関係なく、あとですね、それを、なんだろう、あの世に連れて行かれるのを見逃してもらう代わりに、この話だと1年で言ってますけど、10年の場合だったり、20年の場合だったり、要はですね、これ、香典とか、伝承とか、これ、香典とかが多いんで、実はバラバラなんですよ、割と。要は、大筋こんな話ですっていうだけなんですけど、はい、続きいきましょう。まあ、そういうことなんですよ。大筋そんな感じです、みたいな。はい。dupe the devil. It seems Jack likes flirting with danger. He dared the devil to climb a tree, and once the devil was high enough within the branches, Jack carved a cross into the bark.
The devil was trapped in the tree, and so Jack struck another deal. This time, the devil would not bother Jack for 10 years. Once again, the devil agreed. Why, I don't know. I thought the devil was supposed to be the best at striking bargains, but Jack, it seems, is a true master. Or this devil was just really gullible. Anyway, shortly after this bargain, Jack passed away. Upon his passing, as the story goes, God refused to allow Jack and his unsavory behavior into the gates of heaven. Meanwhile, the devil was understandably angered by all of Jack's mischief and barred Jack from hell as well. Also, technically, he couldn't collect Jack's soul anyway because of the terms of the bargain. Instead, he banished Jack and sent him to wander the earth, accompanied only by a piece of burning coal, which is hot to hold, so Jack placed it in a hollowed turnip to more easily transport it. He still wanders with nowhere to go, banished from both heaven and hell. This ghoulish figure became known as Jack of the Lantern and eventually shortened to Jack-o'-lantern, which we know today. But there's more! Another variation comes from an article published in the Dublin Penny Journal in 1835. This tale involves Jack once again, and he is still up to his devilish deeds. Surprise, surprise. The article describes an old man walking home from a wake with his nephew. The pair encounter flickering lights in the foggy horizon. Although the nephew provides a scientific explanation for the phenomenon, the uncle instead claims that the light is due to Jack, and goes on a tangent. In the uncle's telling, this particular instance, Jack, out of character from what we've seen so far, benevolently saves an old man from the perils of the moors. But surprise! After being rescued, the old man transforms into an angel, who rewards Jack with 3 wishes. Jack, always the troublemaker, first asks that anyone who dares to sit in his favorite chair becomes stuck in place. For his second and third wishes, he requests that anyone who defaces his beloved sycamore tree or steals his tool set likewise become glued to these objects. Although thoroughly repulsed by Jack's request, the angel agrees, but as far as pranks goes, these are kind of funny. Strong Golden Goose vibes for sure. Once again, Jack's actions prevent him from being accepted into heaven. The devil deploys a series of demons to try to capture Jack, and of course, one by one he evades and outwits them. Demon after demon and even Satan himself all succumb to Jack's trickery, becoming stuck to his preferred chair, in his beloved tree, and to his tools. Jack eventually graciously releases the demons from his traps. However, after this stunt, our daredevil is no longer welcome in hell, of course. Instead, he is cast away to roam the earth for all eternity, guided only by the flickering flame of a single piece of coal, which he again puts into a hollowed-out root vegetable. As the lore grew, people began to create their own grotesque carvings which allowed light to shine through. By placing a candle or coal inside, these lanterns were lit and placed in windows or on doorways to ward off evil spirits and even Jack himself. Since lanterns were pricey during this time period, particularly ones made of steel, many people used materials that were readily available to create their own versions, and so the use of jack-o'-lanterns became widespread. As Irish people immigrated to America, they brought this tradition with them. They realized that one of the most popularly cultivated crops in America, the pumpkin, was easily conducive to carving, and as a result, we have the modern Americanized jack-o'-lantern, which in turn carved the way for our favorite modern Jack, the Pumpkin King, to that guy in Kentucky, Mr. Unlucky himself. It's easy to see Stingy Jack's spooky prankster influence in Jack Skellington. But in other popular culture, perhaps the most widely known and terrifying use of the jack-o'-lantern occurs in Washington Irving's classic tale, The Legend of Sleepy Hollow. There, the antagonist Brom Bones pretends to be the horrifying Headless Horseman, an infamous warrior rumored to haunt the Sleepy Hollow area. Brom waits until the witching hour and chases poor Ichabod Crane on horseback to the afeared churchyard, then hurls his head, a fiery carved pumpkin, at the extremely superstitious Crane in an attempt to scare him off for good. It works. I must say, Brom channels old Jack-o'-the-lantern spirit for theatrics and pranks quite well. Bravo, Brom. The jack-o'-lantern may be carved with a grotesque face to ward off evil spirits and lost souls, but it also serves as a cautionary tale of morality and the consequences associated with deception. With this lore in mind, you may want to think twice before picking out your pumpkin this Halloween spooky season, because you may be using it for all eternity. But seriously, not gonna lie, that sounds like a very cool option for immortality if it were viable, and of course not evil. Likewise, beware of a sudden fog or any flickering lights, as they may be an ominous warning that Jack of the Lantern looms. あ、終わりました、終わりました。香典って何なんですか？ちょっとよくわかんないんですけど。
香典っていうのはないと思うんですよ。それに近いようなことをやってる人がいるのかもしれないですけど、基本的にはないと思いますよ。はい。はい。で、ここまではですね、ここまでの話はですね、まあよく語られてる話なんですよ。本当の、真実のハロウィンみたいなね。はい。はいですよ。はい。だってわかるじゃないですか。かぼちゃのランタンね。かぼちゃのランタン。で、カブのランタン。カブってちょっと白いですよね。まあ、日本みたいに真っ白じゃないですけど、ちょっと白いですよね。これで何に似せてるんですかっていう話ですよね。わかるでしょみたいなね。はい。でですね、1492年、コロンブスアメリカ大陸発見と。はい。それからね、すぐにスペインとポルトガルが中央アメリカに進出し、まあ、ブラジル地域以外はほぼスペインなんですけど、この地図で見てわかる通り、これ青いとこ全部、何ですか、つまりこのね、ですね、黄緑色のところが、ポルトガルで、他の青い地域は全てこれスペインなんですよ。アメリカのね。はい。で、南アメリカ全域と、北アメリカをこれ、その2国で征服していったわけですが、で、この征服していく際に、ネイティブアメリカンたちをキリスト教に改宗させていくんですが、もう即ですよ。もう即改宗させていくんですが、まあこの中央アメリカの話なんで、ここではまあメソアメリカンと呼んでおきますが、はい。このね、メソアメリカンたちには戦った敵を頭蓋骨を、戦ったね、敵の頭蓋骨をトロフィーのように飾ったり、まあ、骸骨がね、切っても、なんだろう、そうじゃなくてね、先祖の骸骨を家の中にね、家の中の身近に置いてたりもするわけですよ。要はそういうのが先祖供養だったりするわけですよ。はい。でね、要はですね、このメソアメリカンたちにとってはね、骸骨が切っても切り離せないような文化だったんですよ。はい。でですね、この特にアステカ文明と呼ばれるものは、骸骨の印象が強いんですけど、この画像はですね、アステカの祭壇と言われる生贄を捧げる場所です。日本ではね、一時この、日本でこの画像はね、ここの画像を使うと呪われるとか、霊能者がここの画像を見せるなとか、そんなのテレビで使うんじゃないとか、だいぶ昔の話ですけど、テレビで使うんじゃないとかね、そういうとか言ったとかなんとか、はい、そういうの完全デマなんで、はい、はい。この絵のように、ですね、これ、体を切ってるのは黒曜石。黒曜石で体を裂いて、はい、鉄じゃないんですよ、これで。はい。鉄じゃなくて黒曜石で体を切るというのはね、石器ですよ、石器。はい。で、それで体を裂いて、動いている心臓を抜き取ります。はい。心臓を捧げるってやつですよ。はい。進撃の巨人かよ、みたいなね。はい。まあ、とてもね、残酷なんですけど、この祭壇での生贄は祭事であって、この文明では名誉な死に方だったらしいんですよ。はい。要は生贄になる人は丁重に扱われて、誇らしく死んでいくみたいな感じなんですけど、で、この骸骨のイメージなんで、まあ、アステカは超野蛮な、これ感じなんですけど、はい。あとね、遺跡、ね、最近の遺跡調査でも、塗り固めた壁の中から、骸骨がね、ドバドバ出てくるみたいなのがあって、塗り固めた壁ですよ。はい。壁の中から骸骨って、だから、進撃の巨人か、みたいなね。はい。はい。でですね。アステカ文明って言われても、まあ、今も言ってますけど、アステカ文明って言ってますけど、はい。残念なことに、実際のところ、そんなものないんですよ、実は。
はい。アステカ分娩、そんなものはありません。はい、ないんですよ。はい。これはドイツの探検家がメキシコあたりの遺跡や、古代の文化のことをアステカと総称したのが、なぜか根付いてしまっただけなんです。はい。これはですね、もともとこの辺りを治める王国があって、それに敵対した3つの部族が、3つの部族の連合が、この王国を滅ぼしたんですよ。はい。で、滅ぼしたら、途端にスペインが来て征服されちゃいまして、という感じで、だからね、だからちょっと野蛮な感じなのかな。王国滅ぼした三部族みたいなのが、で、スペイン来ちゃったみたいな感じで。で、この3つの部族の中で一番大きかった部族がメシカ族って言いまして、これがメキシコの国名の由来になってます。発音的にはメキシコじゃなくてメヒコって言うんですけど、はい。はい。で、そのメシカ族の話で、アストランっていうところから来た部族だっていう話があってですね。で、これが皆さんのメシカ族の共通の話みたいなんですけど、で、そのアストランっていうところが実際に存在する場所なのか、エデン的なね、空想的な話なのかもうこれわかんないんですよ。はい。でもこのアストランからアステカっていう造語ができまして、はい。アステカはね、ドイツ人の探検家の造語なんですよ。でですね。はい。なんだろう、魂。かぼちゃに金持ちのお金かと思った。いえ。黒曜石なんで、青銅器はあんたみたいなんですけど、武器では使われてなかったみたいなんですよ。アクセサリーで青銅器を使ってるっていうのはあるんだけども、武器じゃなくて、包丁みたいなやつも全部黒曜石なんですよ。はい。痛そう。アステカ人のイメージが世紀末にね、でもあんな感じでしょ、メシカ族。はい。そこからメキシコになってるんですよ。はい。で、アステカのこのね、石板を見てお分かりのように、こう、絵文字の多いというか、記号の多いような文字なんですが、基本的にその当時のほとんどのアステカ人っていうかね、その三国の買ったばっかりの人たちは、文字が書けません。文字が書けないんですよ。で、その上アステカを、スペインが征服した時にですね、推定1100万人いたと言われる人口がですね、そのメソアメリカの、1100万人、メソアメリカじゃない、メキシコか。1100万人いたとされる人口が100万人に減ってます。戦争やですね、虐殺による死者は当然あったんですけど、実際のところはですね、そんなんじゃないんですよ。実際の多くは疫病による死者なんです。ヨーロッパから持ち込んだ伝染病でっていうのがね、一般的に言われてまして、そういう話はほとんど否定されないんですけど、そうでしょうねっていうのはあるんだけども、いや、そんなに死なねえだろうっていう話でもあるので、要は伝染病いくら流行ったって、何ですか、3分の1ぐらい死ぬぐらいだったら、よくある話じゃないけども、歴史から考えても、何ですか、歴史から考えても、3分の1ぐらいなのに、10分の1って何ですかみたいな。はい。はい。ですね、ちょっと待ってね。だから、つまりですね、文字が書けない、文字があんまり残ってない、生き残った、先住民は10分の1以下という状況だと、先住民の文化が正しくわからないわけなんですよ。はい。で、征服地は、すぐに強制的にカトリックに改宗させられていくので、後から調べようにも本来どうだったかはわからないわけです。はい。ですから、この話はどこまで行っても信憑性の高い話でしかないんですけど、証拠がないじゃないですか。はい。で、ですね、このアステカの地域がスペイン人に制圧されたのが、
1521年です。はい。1521年なんですよ。はい。で、話を戻しますが、このアステカ、ちょっと野蛮なね、マヤ文明と言った方がいいのか、アステカなんてないので、本当はね。はい。でも、マヤ文明は字が あるんですけどね。はい。でね、7月16日から、20日間の間に死者の日っていうのがね、この地域にはありまして、これはまあアステカマヤ文明もそうなんですが、大事な死者の日っていう祭事があったわけですよ。やり方は特定の木を切ってその周りに供物を並べて、それをマリーゴールドなどを加えたカラフルな祭壇にして、中心に、骸骨を置く、頭蓋骨を置くと。で、地域によっては、骸骨をランタンにした儀式があって、地域によってですけど、で、呪術的な意味で骸骨のランタンをやる場合もあって、そう、骸骨のランタンで、その際、ね、ランタンじゃなくて骸骨だけっていうのもあるんだけども、その祭壇を中心に宴をやる的なね、ことなんですよ。はい。で、これをヨーロッパにあった、ハロウィーンの行事のように、死者の日を11月1日と2日に変えて、アステカ地域はね、カトリックに改宗することになったんですよ。要はですね、カトリックに改宗する際に、何ですか、7月16日から20日間やってたのを11月1日と2日に変えたわけです。はい。そうなのでここのねメキシコだけは正式に11月の1日と2日は死者の日なんですよ、正式に。といっても中央アメリカや全域アメリカや、南米の一部は、正式じゃないですけど死者の日ってことでやってるわけですよね。そういう文化があるというか、それに習ってる人も、多いんでしょうけど、はい。でも正式なのはメキシコってことです。はい。で、当然、骸骨はこれ持ち歩かないわけなんで、現代はね。で、カトリックは死者をこれ埋葬をするので、切ってきた木の周りでね、やってた行事なんですけど、要はそれをやめて、埋葬されたお墓の周りでやることになりました。この行事をね。はい。で、骸骨は、砂糖で作った模造品に変わりまして、これの砂糖細工なんですよ、実は。はい。で、一時カトリック教会が、お墓をね、お墓でそうやって儀式とかやって、祭壇とか作って、騒ぎをやるのどうなのみたいなので、禁止になったことがあるんですよ。それでこうやって家の中、今の画像、家の中で、祭壇を作ってやるのもこれ一般的になったわけです。はい。でですね、話変わりまして、はい。ライカさんこんばんは。ありがとうございます。でですね、親しい人の死とかね、先祖信仰とか先祖供養ってこれ残っていくし、影響するというか影響を受けるんで、これ逆にね、この風習がヨーロッパに持ち込まれまして、少し影響しちゃうんですよ。ですね、時代は16世紀とか17世紀のルネッサンスから、啓蒙時代、ですね。で、様々な文学、芸術が誕生するこれ時代なんですけど、この頃に、悪魔学っていうのがね、誕生しまして、様々な悪魔がこれ生まれます。名前つけちゃうんですよ。で、多宗教の神様もみんな悪魔になっちゃうみたいなね、ことですけど、で、錬金術もこの頃で流行ってますよね。はい。ちなみにですね、はい。でもアステカの神様までは、皆さんご存知のじゃないので悪魔になってないとは思うんですけど、はい。ですね、これ16世紀のイギリス女王の顧問をやっていた錬金術、16世紀なんでね、錬金術師とか顧問になってるんですけど、その錬金術師の人がアステカの鏡を使ってました。
どうも死者が映るみたいな鏡っていう触れ込みだったみたいなんですけど、で、これね、芸術作品の中に、じゃあ、それとは別にこの頃ね、芸術作品の中に、ドクロをモチーフにしたものも多く書かれました。この時代には。はい。これ、だからもうね、お分かりですよねっていう話なんですけど、はい。ちょっと読もうかな。めまいで、それはお大事にされてください。はい。ライカさん。はい。キスは年中級だ。そうですね。ペイント。まあね、一時やめてましたけどね、ペイントね。はい。で、ですね、そんなアステカ文明の影響を微妙に受けちゃったこれヨーロッパで、1663年にジャック・オーランタンが登場するってさっき話したじゃないですか。ジャック・オーランタンが登場します。話そのものは1500年代からあるとも言われてますが、まあでもねっていうことなんですけど、そしてこのようなジャック・オーランタンも含む逸話によって変装する習慣ができるんです。変装するのって古代からじゃないんですよ。だって太古の昔にその日に着るだけの衣装を作って仮装するなんて、そんな贅沢なことが一般人にあるわけがないんですよ。せいぜい一般人は顔にメイクしたり、まあ骨のアクセサリーつけたりでそのぐらいでしょうみたいなことですけど、ね、でもそれってどっかの部族みたいじゃないですかみたいなね。はい。はい、で、1885年から寒いね、アイルランドはジャガイモの疫病で、まあ大飢饉が発生し、大勢の人がアメリカにこれ渡るわけです。はい、もうね、この流れは分かってきましたよね。ジャック・オーランタンというか、かぼちゃ遡って株のランタン、さらに遡っては、中央アメリカの、骸骨シャレ神戸のランタンにルーツがあるって話なんですよ。はい。はい、中央アメリカからヨーロッパに渡って北上して、北アメリカに逆輸入されてきたみたいなね。はい。はい。でですね、この話はちょっと考えればわかることですし、信憑性がこれ高いとされてるんですが、でもですね、誰もこれを具体的には話さないというか、はい、もちろんね、日本人はこれ知らないというか、これを言う人はいないんですけど、でもですね、これを知ってる人が具体的に話したところで、これ不評なんですよ。なぜなら少しでも本気でやってるね、人はですね、これ風習伝統でして、だから宗教的でもあるハロウィンと死者の日、ハロウィンは2000年以上の歴史があって、死者の日はね、死者の日は約2500年とされてるんですけど、キリスト教の都合で、これ日程はね、同じっていう風になってますけど、いやいや、ルーツは違うからって言ってね、まあそういう誇り的なものは、まああるわけじゃないですか。あるんでしょうねっていうか。はい。ね、つまり信じてる話なんで、はい。ね、昔のコスプレお金かけないよね。生まれた時からハロウィンあったら疑わなかったかも。はい。これにですね、まあ、いやいや、ルーツが同じところはありますよと。ね。ルーツ同じところありますよっていうか、目立ったところのルーツはほとんど同じですよ、みたいなね。って言っちゃうのはこれ不評なわけなんですよ。例えばですね、日本で、例えばですけど、日本で1600年代って言ったら、まあ、江戸時代からある伝統ですよって話じゃないですか。その頃江戸時代なんで。はい。で、江戸時代からあるって言ったら、まあ、それって十分な伝統なわけじゃないですか。はい。その伝統が、例えば、実は韓国や中国由来ですよとかって言われると、ちょっと感じ悪いというか、ちょっとイラッとするじゃないですか。はい。さらに、直接日本に伝わったんじゃなくって、ポルトガル船やオランダ船経由で
日本に伝わりましたよってかってなったら、さらに感じが悪いじゃないですか。そんな話結構あるんですけど、実際は。はい。でもね、はい。だからあれなんですよ。分かってる人、これ少数の人は分かってるんですけど、今日言ってる話は。ね、だからその人たちがこれはっきり言わずに、濁す理由なんですよ。はい。まあね、あと、それとですね、メキシコのね、骸骨を祀るっていうことなんですけど、これを死の聖人とするカルト宗教が現在ね、拡大中っていうのもあってですね、これ問題視されてるっていうのがあってですね、はい。だからちょっとタブー的な話でもあるっちゃあるのかな。はい。はい。でもまあ、日本人としてはね、関係ないんで、はい。でね、世界的にも伝統っていうより、チープなイベントなんだろうと。はい。でね、そんな感じになってるんで、俺は言っちゃうんですけど、ね、皆さんが濁してる、てか知ってる人が濁してる話を、俺ははっきり言っちゃってるんですけど、今回ね。はい。はい。はい。今回の話はここまでです。はい。はい。何か皆さんご質問はないでしょうか？なんか別の映像にしようかな。私は社会人の時に友達がディズニーに遊びに行ってハロウィン素敵とか聞いて知った。はい。なんか、でも理由はみんな知ってないんですよね。なんか仮想イベントみたいな感じですよね。はい。多分それ以上じゃないんだよね。はい。最初、最初アトラクションかと思って。ハロウィンっていうアトラクション。そんな感じでもあるんでしょうね。はい。で、今回ですね、論文とかも読んでるんですけど、今回の話、誰か、はっきり言ってる人いるでしょう。いや、濁してる人はたくさんはいないか。濁してる人はそれなりに専門家でもいるんだけど、このルーツがメソアメリカっていうかメキシコあたりにあるっていうのを濁して話してる人はいるんですけど、はっきり言う人誰かいないのとか思ってこう論文とか探してたんですけど、ないんですよ。言ってる人いないんだけど、はっきりとはね。はい。で、だから論文とか読んでるんだけど、で、スペインの征服直後の、カトリックの宣教師とかの記述とかがこれ出てくるんですけど、これ例えばですね、メシカ族の人に、アステカ地域の神話の話をこれね、聞いてるっていう、要は、占領直後ですよ。占領っていうか、征服直後、スペインが。で、アステカ神話の中に、もうすでに征服直後なのに、カトリック的な話が混ざっちゃってるんですよ。いや、聞いてる人が宣教師だから混ざっちゃうのか、なんなら、もう電光石火で回収させちゃってるから、要はカトリックの信者にしちゃってるから、もともとあった話と混ざって話してんのか、わかんないんだけど、征服直後からそれやばくないですかみたいな。元の話何なんですかみたいなことじゃないですか。はい。でね、これね、後の世にこれ論文書く人がカトリック的な部分をこれ省いてですね、本当はこうなんじゃないかとこれ推測していくわけなんですけど、本当のこの神話とかこんな感じじゃなかったんですかみたいな。大丈夫かそれ大丈夫かみたいなことですけど、はい。あやふやに浸透した文化。それがもともとだからなんだろう、今のこのですねメキシコの死者の日でも伝統的は伝統的なんだけど、この死者の日っていうのが伝統的なんだけど、祭壇とかに十字架があったりするんですよ。でこの祭壇とかにキリストさんとかがあったりするわけじゃないですか。要は混ぜなんですよ、ずっと。で、もともとは、なんだろ
これを、なんだろう、死者の日をやるときに、冥界の女神みたいな、なんだろう、その、アステカの神話の中の冥界の女神を称えるみたいな儀式みたいなやつをやってたはずなのに、最近それをやってる相手がカトリーナっていう人に変わっちゃったみたいな。なんだろう、もう神話じゃないんだみたいな。カトリーナ、カトリーナっていう版画みたいな話があって、いやどういうことみたいなことなんだけど、現代はちょっと違うんだね、みたいな。はい。はい。じゃあ、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、今回の、てか、だいぶ、なんだろう、この配信のね、仕方がだいぶ変わっちゃって、これどうやって終了したらいいんだろう。とりあえず画面がね、ちょっと変わっちゃったんですよ。はい。女神が女神がカトリーナに変わったんじゃなくって、なんかカトリーナっていう版画の人なのか実際にいた人なのかはちょっとわかんないんだけど、なんだろう、その人をなんか、が女神と取って変わっちゃったんですよ、なんか。はい。じゃあ終わりますね。じゃあご視聴ありがとうございました。皆さんお気をつけてありがとうございます。はい。